皆さんこんにちは。メキシコ3日目の朝です。今から電車に乗って市場に向かおうと思います。ホテルの最寄り駅のイサベルカトリカ駅に来たのですが、入り口がない。ここが入り口かなと思って潜入します。メトロ？こっち？あっちだそうです。やっぱりさっきのところなのかなと思って戻ってきました。どうなんだろう。入れない。こっち。またあっちだと指差しで追い払われます。道の反対側の駅に行ってみます。駅の建物の中に入ってみます。入れない。やっぱりまた違うみたいです。全然わかりませんが、察するに電車が動いてなくてバスで振り替え輸送をしている感じでしょうか。多分こちらの列が振り替え輸送の列なんだと思います。わからないので歩いていくことにします。昨日来たサンファン市場に来ました。こちらで朝食をいただきたいと思います。トルティーヤロールです。牛肉にしました。それではいただきます。潔癖症ですのでフォークとナイフは拭きましょう。トルティーヤはカリカリで硬く、なかなか切れません。トルティーヤの中に淡白な牛肉が入っています。ちょっと思っていた感じと違いました。ごちそうさまでした。トルティーヤロールは55ペソ、日本円で約500円です。お釣りと一緒に美味しいキャンディーをくれました。遠いですが歩いて市場まで行こうと思います。途中路上のお店がとても楽しいです。こちらはフルーツの形をしたプラスチックのポーチです。バナナとスイカを買いました。日本のヤクルトを発見。お腹の調子が良くないのでいただきたいと思います。当たり前ですが日本と同じ味でした。目的の市場アルテサニアス市場に到着しました。寄り道しながら歩いて1時間半で到着です。お土産物屋さんがいっぱいあるとのことでしたが、食べ物屋さんばっかりのようです。土産物はなさそうですが、生活雑貨の店が見えてきました。結局欲しいものはありませんでした。休憩をします。パパイヤミルク30ペソをいただきました。それではいただきます。連日の寝不足と灼熱の中の徒歩移動、慣れない食事などなどいろいろ重なって疲労が出てきました。熱中症気味なので一旦ホテルに帰ります。ホテルで1時間ぐらい昼寝をしてしっかり休憩を取りました。ホテルの近くを散策しようと思います。ホテルの周りは歩いているだけで歴史がありそうな建築物に出会えます。そして有名なフランシスコ・マデル通りを通って今からメキシコシティの中心部にあるソカロ広場に向かいます。こちらがソカロ広場です。アステカ時代から集会場として使われているそうです。中央には巨大なメキシコの国旗が掲げられています。独立記念日の前夜には宮殿のバルコニーから大統領がビバメヒコと叫ぶそうです。広場の向こうの方にテントが見えます。何でしょう。そしてソカロ広場の周りには民芸品のお店が多数出ています。
そういえば私がメキシコに来る前日に大統領選挙があり、女性の大統領に決まりました。メキシコ合衆国200年の歴史の中で初めての女性の大統領だそうです。外務省からのメールで選挙によって混乱が予想されるとのことで、十分に注意してくださいとのことでしたが、そこまで混乱は感じませんでした。少し心配をしていたので安心しました。広場を抜けた建物の軒下にもテントがぎっしり並んでいます。露天商の方たちの仮住まいなのでしょうか。広場の周りには食べ物屋さんもいっぱい出ています。こちらが食べたかったのですが、全然相手にされず諦めます。そしてお手洗いを発見して、この緑色の公衆トイレなんですけれども、お借りしました。過去5番目ぐらいの怖さでした。ちなみに過去一番怖かったトイレはインドの病院のトイレでした。ソカロ広場の周りをぐるっとお店が続いています。向こうまで行ってみましょう。そういえばメキシコに来て日本人に全然会いませんでした。アジア人はちらほら見ました。街中は警察官はとても多いと感じました。安心感があります。あれ、なんか儀式を発見。調べたところによると、古代アステカのお祓いのようです。こちらにはアステカを思わせる衣装をつけた祈祷師が大勢いらっしゃいました。それではこちらの立派な建物の中に潜入したいと思います。メトロポリタン大聖堂です。こちらはアメリカ大陸の中で最大のキリスト教建造物だそうです。とても素敵です。10ペソコインを記念コインにする機械が教会内にあります。こういう時に限って10ペソコインの持ち合わせがなく、じーっと機械を見ていたらおじさんが近づいてきました。なんとこのおじさんが10ペソを自分のポケットから出してくれて、しかも代わりに機械で作ってくださるみたいです。グラシアス。すごい。旅の神様。この優しさがすごく嬉しくて、私泣いてしまいました。私にコインを渡してどこかへすぐ行ってしまいました。探して追いかけて翻訳機で感謝を伝えます。すごい笑顔を返してくれました。なんて幸せな一日なのでしょう。大聖堂の外に出てきました。先ほどの場所以外でもまた大勢の祈祷師がアステカ式の衣装に身を包みお祓いをしています。いや、しとっても美味しそうなものを発見。よくわからないけど全部 C で乗り切る私。ちょうど雨が降ってきたので屋根があるところに避難します。それではいただきます。大粒のトウモロコシに粉チーズとマヨネーズ、辛い唐辛子パウダーがかかっています。ビールに合いそうなかなりジャンキーな味付けです。美味しいのですが少しトウモロコシが水っぽいかなと感じました。伝統菓子みたいなものを発見。お一ついただいてみます。ちなみにお店の方の洋服がとっても可愛いです。毒々しいオレンジ色のものを買いました。それではいただいてみましょう。いや、これすっごい美味しいです。ココナッツケーキでした。激甘なんですけれどもすっごい美味しいです。
そういえばメキシコは6月は雨季なのを忘れていました。激しい雨が降り出したので雨宿りでカルチャー博物館に入ります。無料でした。全くわからないのでとっとと出てきました。暗くなる前にご飯を食べましょう。目的の店この辺だと思うんだけどな。あ、ここかな。カラオケ？絶対違うな。カラオケ店の隣の店です。多分ここだと思うんだけどな。リコ？思い切って潜入してみます。思っていたより小さいお店でした。お店のお客さんがこの店美味しいよと教えてくれます。今回はトリッパとこちらのスワデロを注文しました。ちなみにトリッパは内臓のお肉です。ビールがなさそうなのでぶどうのジュースで乾杯。激甘の砂糖水。それではトリッパからいただきます。初めて食べるのですが生臭かったら嫌だな。これね、激うまでした。カリカリに焼いてあり全然生臭くなく歯ごたえもよく美味しい。ライムとサルサソースをかけてさらに美味しさ爆発。お次はスワデロをいただきます。このお店今まで行った店の中のナンバーワンに決定。リコ、美味しかった。大満足でした。激甘ジュースとタコス2つで56ペソ、約日本円で500円でした。安いなぁ。また皆さんに叱られちゃう。お金を歩きながらしまう行為、反省。帰りの途中で可愛いお店を発見。もちろん購入します。もう少し食べれそうなので帰りにもう一軒タコスを持ち帰りでお願いします。また同じくトリッパとスワデルにしました。途中セブンイレブンでビールを買ってホテルに帰ります。今日の反省会いただきます。本日のお酒はパイナップル風味のビールです。ココナッツとパインと唐辛子のビールですんごく美味しい。スワデロとトリッパです。内臓とか普段は食べないんですけどカリカリに焼いてあってライムで爽やかさが加わるのでほんと美味しい。これがまたタコスがビールとよく合う。ビールはトロピカルなんですがピリッとした辛みがあるのでタコスと絶妙なハーモニーを作ります。デザートにピンクのクリーム。スプーンがクリームに張り付いていて取れません。取れた。どれどれどんな食べ物でしょう。いただきます。激甘の生クリームですね。体に悪そうだけど色が可愛いので良き。味は意外と美味しかったです。反省してないけど反省会終わります。今日も一日楽しかった。5日目に続きます。おやすみなさい。